いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今日も一緒に釣りの勉強をしていきましょう。今回のテーマは、シンキングペンシルとメバリングを解説していきます。シンキングペンシルとは略してシンペンと呼ばれます。水面の真下およそ10センチメートル程度を泳がせることができるハードプラグです。ちなみにハードプラグとは硬い素材でできたルアーに浮力を持たせたものの総称です。水面に浮くトップウォーターのペンシルベイトのような見た目をしていますが、名前にシンキングとつくように水面直下に沈むタイプのルアーになります。この動画を見ることによってシンキングペンシルを使ったメバリングの超過アップにつながり、また釣れるシンキングペンシルの選び方も学ぶことができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきます。飛距離、沈む、浮く、カウントダウン、ただ巻き、クリア系 40mm から 50mm。それではこの3つについて解説していきます。飛距離、沈む、浮くについて解説いたします。メバリングに使うルアーはワームが一番有名かと思いますが、プラグや金属でできたルアー、ジグなどいろいろ使われます。シンキングペンシルはその中でもメタル系、金属製のルアーに次ぐ飛距離が出せることが一番の特徴です。メバルが遠くの沖でライズ、餌を捕食するため水面から姿を現している姿を発見した時や竿抜けポイント、まだ先行者がいなく誰もルアーを投げていないと思われる場所を狙いやすいメリットがあります。飛距離だけ取ったらメタル系のルアーを使えばいいのですが、メタル系のルアーとシンキングペンシルとの大きな違いは浮きやすさです。メタルジグは遠くに飛ばせるが、ゆっくり巻くと金属でできているため沈んでしまいます。しかし、シンキングペンシルは遠くに飛ばせてリールを巻くと浮き上がりやすく、水面の真下10センチメートル程度をゆっくりと泳がせることができます。メバリングで最も一般的なジグタン、ワームとジグヘッドも遠投しようとするとジグヘッドが重くなるため早く沈んでしまいます。シンキングペンシルを使用すると遠くに投げることができ、しかも自然でゆらゆらとした柔らかい動きと表層を泳がせやすい動きは魚の反応も変わってきます。この動きはメバル以外の魚にも効果的で、特にワームへの反応がなくなった擦れた魚に強い傾向があります。プラグとワームを比べるとワームの方が釣れやすいイメージがありますが、プラグにはプラグの良さがあります。ワームを使っている人が多いポイントなどでは、魚はワームを見切る機会も増えるため、プラグに反応しやすくなり、メバルが釣れやすい状況になることがあります。カウントダウン、ただ巻きについて解説いたします。シンキングペンシルはジグタンを使うときと同じようにカウントダウン、ルアーが着水して数えながら沈めて使うのが基本になります。カウントダウンの方法はルアーをキャスト、投げてルアーが着水したらライン、釣り糸を張りすぎず、緩めすぎず、少し張るくらいの状態を保ちます。カウントダウンは5カウント刻みがわかりやすいと思います。メバリングの場合は0か5か10の3パターンをよく使います。長くても15程度になります。新しく購入したシンキングペンシルやまだ慣れていないうちは釣り場に着いたらまずシンキングペンシルを足元に落として沈む速度を確認して投げましょう。シンキングペンシルはゆらゆらと揺れながら沈んでいきます。まるで小魚が気を失って沈んでいるかのような動きをします。フォール、ルアーが沈むときにメバルがバイト、ルアーに食いついてくることも多いので、ラインを緩めすぎると当たり、魚がルアーに食いついた瞬間を見逃してしまいます。着水後、カウントダウンをして沈めてメバルの反応がなかったら、ただ巻きで泳がせます。シンキングペンシルを使うときは基本的にただ巻きになります。ただ巻きとはルアーの動かす方法の一つです。
ルアーを投げて着水したら狙った深さで一定のスピードを保ちながらリールを巻いていくことです。メバリングは同じ深さをキープすることがポイントになります。ラインを張りすぎず、シンキングペンシルがゆらゆらと自然に泳いでいるような動きになるようにしましょう。ただ巻きで反応がないときには、トゥイッチ、リールを巻きながらロッドを少し動かしてみたり、リールを巻く速度を速くしてみたり、遅くしてみたり、変化をつけることで反応が良くなることがあります。シンキングペンシルは表層付近を釣るのに使いやすく、水面直下から50センチメートルくらいまでのレンジ、深さを攻略するのに適しています。まずはただ巻きからチャレンジしてみて、シンキングペンシルの動きをつかめたらいろいろ試されてみてください。ルアーによって深さが異なりますので、よく確認しておいてください。クリア系 40mm から 50mm について解説いたします。メバリング用でシンキングペンシルを選ぶときは、クリア系透明のカラーから始められることをお勧めいたします。クリア系はルアーの形がぼんやりとぼやけるために視力がとてもいいメバルでも見切られにくく、シンキングペンシルの自然な動きとの相性がとてもいいと思います。シンキングペンシルのサイズについては 40mm から 50mm 程度をお勧めいたします。40mm から 50mm をインチにするとおよそ 1.5 インチから2インチになります。これはワームでもよく使われる長さです。餌となる小魚、カタクチイワシなどが卵から稚魚になり、稚魚の間はひっそりと藻などに身を寄せて成長していましたが、2インチくらいになると藻などの隠れ家から飛び出して泳ぎ出す稚魚サイズになります。よって 40mm から 50mm サイズのシンキングペンシルはメバルが捕食するカタクチイワシの稚魚と同じサイズになります。メバルのサイズ 20cm から 30cm の大きさならこのサイズで十分対応できます。メバリングをしていると状況の変化だけでなくお気に入りのポイントに釣り人がいることもあります。そのような時に備えて軸端と合わせてシンキングペンシルクリア系 40mm から 50mm を準備してみてはいかがでしょうか。今回のまとめです。飛距離、沈む、浮く、シンキングペンシルは軸端よりも遠くに飛ばせてゆらゆらとゆっくり沈んでいきます。しかもリールを巻くことによって浮いてきやすいため、沈めるだけでなく表層付近をゆっくりと狙うことができるルアーです。カウントダウン、ただ巻き。シンキングペンシルは表層付近を釣るのに使いやすく、水面直下から50センチメートルくらいまでのレンジ、深さを攻略するのに適してます。着水後、カウントダウンをして沈めてメバルの反応がなかったらただ巻きで泳がせます。シンキングペンシルを使うときは基本的にただ巻きになります。ただ巻きで反応がないときにはトゥイッチしてみたり、リールを巻く速さを速くしたり、遅くしてみたり、変化をつけることで反応が良くなることがあります。クリア系 40mm から 50mm、初めてのシンキングペンシルでおすすめの基準です。クリア系はルアーの形がぼんやりとぼやけるために視力がとてもいいメバルでも見切られにくく、餌となる小魚と同じくらいのサイズになります。メバルのサイズ 20cm から30cm の大きさならこのサイズで十分対応できます。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。シンキングペンシルを使ったメバリングで超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。